はい、今日は、ここは魚沼、南魚沼市の、里山十条さんっていうところに来ているんですけども、今日はここから、X100V のね、話をちょっとしたいなと思います。今回撮った写真の設定の話をまずしたいと思います。フィルムシミュレーションはクラシックネガです。で、F 値は 2.0 の固定で、ISO とシャッタースピードは基本的にオートで撮ってます。この X100V の F2.0 っていうね、ボケ感のある写真をね、試してみたかったので、今回は F を固定で撮っていきます。なので少しね、明るい写真もあるかもしれません。で、写真自体はもうクロップとか角度調整とか色味の編集とかね、一切せずに、撮って出しています。今回はね、気軽で撮るっていうことが目的だったので、あんまりその Mac に入れて編集してとか出さずに、そのまま撮って出して、どれぐらいいい感じの写真が撮れるかっていうのをね、見ていただけたらなと思います。感想としては、フィルムシミュレーションは、これはGFX100S でも同じなんですけど、どんな写真でもね、なんかそれなりの雰囲気を出してくれていいなと思います。で、ですね、ローを一緒に撮ると、ライトルームとかで、後でフィルムシミュレーションでかけることができるみたいなので、心配な人は、ローと一緒に JPEG とローをね、一緒に撮ると、安心して後から編集できるのでいいかもしれません。例えば、クラシックネガーで撮るけど、後から、例えばクラシッククロームにしたいとか、そういう時は、ローで撮っておけば、後からその元データがあるので編集できます。ただ、気軽に撮って使うってことを考えると、ローの撮影っていうのは、ローの写真っていうのはあんまり必要ないかもしれません。やっぱりそのまま撮って、フィルムシミュレーションをかけて撮って、そのままインスタグラムとかにアップできるとかね、そういうのがやはり富士フイルムのいいところなのかなって思ってます。あと今回は、気軽に使うってことが目的だったので、ストラップは一切つけずに、ポケットに入れて使ってみました。で、少しね、コンデジに比べると、RX100 シリーズコンデジに比べると、ちょっと大きいんですけど、ポケットに入らなくはないので、男の人でしたら、全然そのポケットに入れて、使うときは取り出して取ってしまうときはポケットに入れるっていうようなやり方できると思います。で、女性の方は、カバンとかにスッと入れといて、取り出して使うとか、そういうことはできるんじゃないかなと思います。で、ポケットに入れているときとかに気をつけたのは、レンズがね、傷ついちゃうので、なるべくそのポケットの中に何も入れずに、例えばキーとか鍵とか、なんかいろんなコインとか、そういうのって結構傷つく元になるので、なるべくポケットの中にはあまり入れない方がいいかもしれません。あと、カバンの中に入れる際は、キャップをね、閉めておくといいのかなと思いました。あと、X100V は少しだけグリップがあるんですけど、がっちり持てる感じではないので、少しね、心配な人は、手首に巻くようなストラップとかを軽くつけておいて、それを時々使いながら写真を撮るといいかなと思いました。僕の場合は子供とかに持たせたんですけど、その時はね、ちょっとヒヤヒヤしたので、もしそういうシーンがある時は、小さいストラップで十分ですので、手首に巻くぐらいね、そういうのをつけておくといいかなと思いました。あとね、いいなと思ったのは、カメラの、右側かな、右側左側かにフォーカス設定のスイッチがあって、マニュアルとオートフォーカスと、あとコンティニュアスオートフォーカスかなのスイッチが簡単にできるんですよ。なので、マニュアルね、僕はあんま使わなかったんですけど、オートフォーカスとコンティニュアスオートフォーカスって、例えば子供が走ったりとか、なんか動いているものを撮るときは、コンティニュアスオートフォーカスの方が、フォーカス合いやすいので、そういう時にスイッチしたりするのがとても簡単でいいなと思いましたね、ここは。はい。で、顔認識も、思った以上にしてくれるので、ソニー使ってると、すごい瞳認証とか顔認証とかね、すごいしてくれるんですけど、それ以上とは言いませんけど、なんか思った以上に顔認証してくれてるなっていうのが印象強かったです。はい。そんな感じですかね。そんな感じで、今後もなんか気軽にどっか行くときは、X100V を持って適当にね、気軽にね、撮っていけたらなと思います。